はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月20日から12月5日まで、新月から満月までの流れを星の解説とともにタロットリーディングしてみますね。よろしくお願いします。はい、11月20日からカペラノートの PDF 版が発売になりました。もしノート版は買いそびれたよとか、紙はいらないですっていう方は PDF もご検討いただけると嬉しいです。そしてご予約いただいた方は11月末までには皆さんにお届けいたしますので、少々お待ちください。いきます。では。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードクイーン、デビルの逆、カップエース逆、カップ5の逆、ワンド10、ソードページ逆、運命の輪ですね。はい。ワンドのページと、カップ9の逆と、オラクルは、ペンタクルスの4です。なるほど。はい。ちょっと星の補足説明なんですけど、前回公開した11月20日から関係性が本質的に変わっていくよっていう、今、全体的な流れにはそうなんですけど、蟹座さんにとっては、この11月20日の新月っていうのはめちゃくちゃクリエイティブなエネルギーとして使えるんですね。クリエイティブっていうのは何かを想像していく、作っていくっていうことで、料理でもいいし、何か DIY、なんだっけ、家具を作ったりとか、そういうのでもいいし、計画していくっていうのでもいいですし、なんか遊びの計画を立てようとかですね、レジャーとか恋愛とか子育てとか何かを育てる、教育するっていうのもとてもいいです。とにかくそういう何か産み育てて、自分から湧いてきた感性で何かを形作って、それを育てていくっていうエネルギーがものすごく増える時です。で、そのエネルギーっていうのは、既存のものに沿ってやっていくっていうのではなくて、蟹座さんが感じること、蟹座さんのもともと持ってる性質、自分らしさとか、自分の好きなことの性質で何かを生み出していく、クリエイトしていくっていうことなので、他のものと比べられないんですね。自分の感性で好きなように表現してください。楽しんでください。そして、11月の22日以降っていうのは、すごく開放的になるエネルギーなんですけど、蟹座さんにとっては、なんか逆に、その22日までに思ったことを現実に落とし込むにはどうしたらいいだろうかっていうことで、やることちゃんとやっとこうとか、体のことちゃんとケアしようとか、なんかそういうコツコツしたエネルギーとしてね、22日以降は使えるなっていう感じがします。別の言い方をすると、日常生活が楽観的に過ごしていけるようになるっていう風なことも言えるかもしれません。もうあんまりごちゃごちゃ考えないでおこうとかですね。で、こうやって話してる時って私今星の話をしてるんですけど、もちろんカードを見ながら話をしています。たまに早くカードの話をしてくださいって言われるんですけど、カード見た上で星見てお話ししてます。後で詳しくはお話しますけど、すでにカードの状態も踏まえてお伝えしています。そして、12月の1日以降はね、金星という華やかさとか社交性も一座に入ってくるので、それもあって日常生活がちょっと楽しくなってくるんじゃないかなって感じがします。今自分がやってることっていうのがすごく正しいことだとか、今の自分にぴったり来ることだとか、今はこれが正解なんだみたいな感じで日常生活を積み上げていけるんじゃないかなって思うんですね。はい。そして、細かくカードで見たときに、少し、なんだか少し遠慮しているようなエネルギーを感じるんです。これはおそらくですけど、蟹座さん、今本当にいろんな意味でいろんなものが拡大して拡張している、人生そのものが拡張している時なので、いろんなことが起こっている方が多いと思うんですけど、それに対して例えば少し疲れてるとか、いや、もう十分ですみたいな、そんな気持ちになったりとかして、自分から積極的に何かを動かそうとはしたくないみたいな。もう十分いろいろあったから、ちょっとここから落ち着きたいみたいな気持ちがあるかもしれません。今ちょうど木星も逆行してますので、そんなに目立って大きくっていうのではないかもしれませんね。ただこの11月20日から12月5日までっていうのは自分の中で創造性が湧く時ですから、
例えば来年はじゃあこうしようとか、年末までこうしようみたいな自分の中での楽しみ事を膨らませていく、企画していくっていうのはいいんですけど、ぜひやってもらいたいんですけど、現実的にすごい動いていくかっていうと、計画を立てて安心するとか、こうすればいいんだっていう答えや道筋が分かって、今が落ち着くみたいな感じで、現実はそんなに、一生懸命したくないっていうか、しなくて済むようにしたいみたいな感じがあります。多分、本当にいろいろあったんだろうなって感じがしますね。なので、ここでやっぱデビルの逆が出ていて、もういろんなものにとらわれるのやめようみたいな。自分が考えて、どっちが正解かを考えて、考え抜いて出した答えで頑張ったところで、やっぱりなるようにしかならないんだなみたいな結論に至っていたのかもしれないし、その自分の感情そのものよりも、今目の前に起きていることに対処していくことが精一杯で、喜びを感じる余裕がなかったっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。だからこそ、受け身でいようみたいな、積極的に行くというよりは、受け身でこなしていこうっていう感じかもしれません。そして今、そんな状況の中でも、今やっぱりささやかな喜びというか、でもなんか幸せだなみたいな感じることがあるんじゃないかなと思います。例えば、本当に自分が第一番にそれを望んでやったわけじゃないけど、たまたまそういう流れでそうなったっていうことに対して、仕方ないなと思っていたけど、実際それを経験したら、それもいい出来事だったよなとか、いい経験だったなって思えることがあるみたいな感じで、自分の中でなんか消化できてる感じがするんですね。仕方ないなみたいな。例えば家のこととか、例えばその実家のこととかお墓のこととか、そういうちょっと大きなテーマに関しても、自分の別に積極的にそれやりたいわけじゃないけど、そうする羽目になって、でもあれはあれで良かったよなみたいな、なんか納得いく感じがあります。で、さてここからなんですけど、本当に何かをクリエイティブしたい、想像力が湧いてると思うので、内側ではいろんなことを思ってると思うんです。やっと落ち着いたとか、やっぱりこうしたいみたいな、そういう思いを現実化させようってなった時に、なぜか蟹田さんはいろんなところから引っ張られると思うんですね。必要とされるというか、仕事場でもそうかもしれないし、プライベートでもそうかもしれないし、注目が集まってるわけです、蟹田さんに。運が強いとそうなりやすいんですよね。なので、いろんなことを頼まれたりとかして、ちょっと、自分のキャパオーバーになりやすいので、ついついね、いいですよとか言ってやったりとか、これもやってあげようみたいな感じでやってると、自分自身が、疲れちゃったみたいなことにもなりかねないので、本当に7割とか8割ぐらいで抑えて、自分がしっかりと余裕が持てるような時間っていうのも取ってほしいなっていうふうに出ています。で、あんまりにも体が疲れると、いろんなことがちょっと疑いやすくなったりとか、ネガティブに捉えることもあると思うので、すごく今感じてるのは、周りの人が蟹座さんに頼る感じがあるんですよね。で、それは蟹座さん自身が本当に素晴らしい才能があるからとか、もともと持ってらっしゃるその素質に何か惹かれているのことなんですけど、蟹座さん自身はそんなこと言ってくるなんてなんか裏があるんじゃないかなとか、別の理由を想像してるのかなって感じがします。でもそれが本当に自分が余裕があって、心に余裕があって、その話を聞いたら、すごくありがたい話だとか嬉しい話だってわかるんですけど、余裕がない状態で聞くと、どういうことなんだろうみたいな、疑いたくなるみたいな感じがあるのかもしれません。そして、最終結果が運命の輪なので、やっぱり、必要なタイミングで必要なことが起こるっていう感じがします。ただね、なんか、やっぱり11月の末とか、あと12月の頭っていうのはとても開放的なエネルギーなので、おそらく蟹田さんがやってみたかったこととか、こういう生活したかったっていう生活スタイルかもしれないし、こういう風に過ごしたかったっていう自分の体へのケアかもしれないし、なんかね、職場でも言いたいことを言いたかったから言ってみるとかかもしれないんですけど、何かそういう自分が自由になるための
こう扉が開かれてるなって感じがします。まあこれはもともと11月の20日の新月のエネルギーっていうのが、そういう自分のねこうブロックを外したりとか、何か深いところで自分に許可をする、ダメだって思ってたことに対して許可をするっていうような流れがあるので、その上でその疑う気持ちとかどうなのとか、自分の体調はどうなのって思いはあるかもしれないけど、ちゃんとそっちに進める、自分がやりたいようにできる扉はあるよっていうメッセージだなと思ったんです。そしてまあね、オラクルはやっぱりペンタクルスの4なので、何も失いませんよっていうメッセージだと思いました。大事にしたいものは大事にできるよとか、何かを引き剥がされるとか、失うことはないんだよっていう感じです、これは。でもこのカードが出るってことは、心のどこかにもしかしたら失うかもしれないっていう恐れがあったり、なくしてしまうかもしれない。今はいいけどなくしてしまうかもしれないっていう思いがあるからこそ、まあこういうカードが出て大丈夫ですよって言ってくれてるのかなと思ったんですね。だから、なんか自分のテリトリーとか、自分のペースとか、もしくは自分の体力もだし、金銭的なこともだし、エネルギーも、自分のテリトリーを守りたいんだって感じがあるかもしれませんね。守れますよ、それは。全然。やっぱり、なんか、周りの人が寄ってくるとか、なんでこんなことが起こるんだろうっていうのは、今の蟹座さんがやっぱり光ってるからなんですよね。自分ではどこがって思ったとしても、やっぱり光ってたり、なんか魅力があったり、自分らしさとか、なんか拡張してる時なんで、なんかそういうのが周りの人には伝わって、こう、寄ってこられるんじゃないかなって感じがします。ですので、それをきちんとこう線を引くのは自分の役目としてやってみてください。あくまでもこう余裕のある感覚で進んでいけるようにしてくださいね。でもそれ可能ですから、12月の後半から12月頭も可能ですからね。生活豊かになりますから。そして、まあ対策や気をつけることとして言われているのが、何かこう運がいい時とか、すごくなんていうのかな、流れがある時っていうのは、びっくりするような、自分が想像してなかったような、すごく嬉しいことがあるんじゃないかとか、人生の展開がすごいあるんじゃないかって思うかもしれないんですけど、可能なんです、それは。もし自分が望むなら。だけど、一歩ずつしか変わらない。1から10にはいかないんだ、みたいな。将来的に10まで変わってるかもしれないけど、まずは0から1、1から2みたいな、一歩ずつ進んでいくよっていうメッセージがあります。なので、焦らなくてもいいし、急がなくてもいいし、ただ目の前のことを丁寧に一つずつこなしていると、ちゃんと自分がその道に沿っているっていうこともわかるし、そのチャンスの扉もちゃんとあるよっていうメッセージだなというふうに思いました。まあ一番なんかメッセージとして強いのが、自分が想像していなかった想定外の大変なこととか、ちょっと思い出したくないこととか、見たくなかったものを見せられすぎて疲れたって感じがあるかもしれませんけど、運勢のいい時だからこそ、守られている時だからこそ、それを手放せる時なんだよ、手放せる時だったんだよ、みたいな感じがあります。そして今はそれをなんかもう超えた感じがあって、だからこそ、今はここまでの道のりの中で起きた出来事に対しても、あれも良かったな、あれも意味があったなと思えていると。ただ感情的になのか感覚的になんか失いたくないなっていう感じがあるかもしれないけど、それは失わないですよって、大丈夫ですよって言われてるなと思いました。はい。ちょっとこれを踏まえた上で、お仕事のこと見てみましょうかね。仕事。はい。まあ、同僚とね、うまくいったりとか、働く環境が良くなったりっていうのは、まあ、星で見た時に22日以降はそういう運があるので、なんかこう、仕事仲間と関わる機会が多かったり、いつかやろうと思ってたことをちゃんとやったりとか、そういうのもあるかもしれませんね。カップのエースが出てるので、やっぱり喜びがあると思います、仕事に関しては。ただ、ソードのクイーンっていうのが出てて、やっぱり、あんまり積極的に行き過ぎると余計な仕事振られるみたいな感じがあるのかもしれませんね。なので、やっぱり自分のプライベートとか自分の余裕ある時間っていうものを確保するためにあんまり積極的には出ないけど、
でも十分仕事の中での喜びはあるし、またここでもカップのクイーンっていうのが出ていて、すごく創造性あふれています。自分らしさとか優しさとか、自分だけの感性で仕事していけますよっていうふうに言われてます。なので何か実務的なこととか、とにかくエネルギーを使うとか、お金を稼ぐっていうことよりも、お仕事として見たときにこのカードが出るってことは、やっぱり仕事に対しての自分の受け止め方だったり、仕事をやっていくモチベーションだったり、仕事をしてる意味みたいなのが今強調されてるんだなと思います。でもすごくクリエイティブに、自分に許可を出せる時だから、想像してみるのはいいかもしれないですね。仕事こんなことやってみたいなとか、こういうのもいいなみたいに想像して感性を喜ばせる。感性を満たすって感じかもしれませんね。はい。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係は、全体的なところで言いましたけど、やっぱりすごく誰とつながるのかとか、どんな波動に触れることによって自分の感覚が楽しく嬉しくなるのかっていうのがとても重要な時なんですよね。なので何か一つ自分に許可を出すことによって得られるものがあるって感じがします。それパートナーシップに関するもの。そしてパートナーシップで出たカードがカップの8とワンドのエースとペンタクルの3ですね。なんか人間関係はバランスが取れてますね。変に固執もしないし、執着もしないし、昔の人は昔の人みたいな感覚で割り切れる部分もあったり、かといってすごく自分が人間関係をシャットアウトしてるわけではなく、ちゃんと健全な関係性は作っていきたいみたいな思いもありますし、実際に人と人とが絡んでいる、いろんな人が絡んで何かを調べたりとか、一緒に何かを作り上げたりっていう、ペンタクスの3っていうカードも出てるので、関係性は健全に、いい関係って感じがしますね。全然心を満たされてないし、平穏です、心は。そして関係性の中で、本当焦ってないというかね、焦ってないし、傷ついてもいないし、ただ今の環境の中で、前向きに人とは関わってるんだなっていう感じですかね。それが、そこに対して、何も批判意識がない感じがします。いいことですね、これはとても。はい、そんな感じかな。ちょっと最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。もしここまでの流れ通じたよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。それから次回ですね、11月30日に YouTube のライブをします。カペラノートのね、使い方をまず説明しようかなと思います。その他 Q&A にもお答えしていきますので、もしタイミング合う方いらっしゃったらリアルで参加していただけたら嬉しいです。そして YouTube のメンバーシップの方は9時45分から、11月30日の9時45分から、Q&A ということで、その方の、個人鑑定に近いかなと思うんですけど、でも個人鑑定は YouTube できないので、に近い形で、各自お答えしていこうかなと思っています。はい。では行きましょう。11月の、20日からのね、2週間の患者さんへのメッセージです。オラクルカード。はい。はい。どうでしょう。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんもご自身の直感を使ってメッセージ受け取ってくださいね。いいですね。とっても、自分の英知を活かせるって感じがします。もちろんインスピレーションも湧くし、細胞に組み込まれてる英知というか、何かが発動して答えがわかるとか、体の中に全ての答えがあるって言われてますけども、それをご自身でもわかるかもしれないですね。すごく、このカードもハートがキラキラしてますけど、そこから広がる可能性があるっていう感じがしますね。はい。ということで、ここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。